戦略で金儲けますっていうのが俺得意っすっていう人がいないんですよね、日本の芸能事務所。K-POP 全盛ですが、皆整形スタイルがいいです。世界戦争を狙って作られているときます。日本はジャニーさんの好みで小さい可愛い男子が長らく小さい男の子が活躍しましたが、それってグローバルスタンダードではなかったと思います。昔は西城秀樹や吉川晃司のようなスタイルの良い歌手もいました。今思えばジャニーさんのせいで日本の芸能界のグローバル化が遅れて、ガラパゴスのように思えたと思いますが、どう思われますか？確かに男性アイドルというのがジャニーズに所属してない人がテレビに出ようとしたらテレビ局が出さないとか潰されるみたいなのがあったっていう時代もあるので、なのでジャニーさんのせいで割とスタイルのいい男性っていうのが全然いなくて、韓国のアイドルがすごい人気、日本の中で人気になったっていう構造はあると思うので、ガラパゴス化にジャニーズ事務所が貢献した部分は結構多いんじゃないかなと思いますけど、ただ K-POP の場合ってスタイルがいい子にダンスを教えまくって、でダンスが上手くなった子にある程度歌を教えて、で顔は最後整形でなんとかするっていう、そういう構造なので、スタイルがいい子を集めてめちゃめちゃダンスのスクールをするっていう、お互いですごい投資をするっていうのをやった結果なんですよね。で日本の芸能事務所ってそこまでなんかグローバルが得意ではないところが多いので、日本国内で売れるっていうノウハウしか持ってないところが多いので、先行して投資をしてダンスの上手い背の高いスタイルのいい子を育てるっていうのはなかなか日本の事務所は今後もやらないんじゃないかなと思います。グローバル戦略で金儲けますっていうのが俺得意っすっていう人がいないんですよね、日本の芸能事務所は。むしろ日本のテレビ局に出すのが得意です、日本のテレビ局とコネがありますっていう人の方がうまくいくっていう構造だったりするので、なのでなかなか今後も厳しいんじゃないかなと思いますけども。なんで K-POP って世界中で注目されてるの？歌が上手いし、ダンスも上手いからじゃないかな。実際、ダンスのレベルはすごい高いし、で、歌もほら、いじりまくってるから、わかんない。肉声でもすごい上手いのかもしれないけど、それなりに曲もよくできてて、で、歌も上手くて、ダンスもきちんとしてるから。パフォーマンスとしてみてやっぱりレベルは高いと思いますよ。あとほら、日本でなんか、アイドルと言われてる人のさ、ダンスのレベルってかなり微妙じゃないですか。で、これは客観的な話ね。別に僕の主観とかではなくて、じゃあ、ダンスうまいですっていう世界中でさ、ダンサーとしてそれなりに評価されてるグループ集団の踊りとさ、日本でなんとか KB みたいなところのさ、ダンス見たらさ、やっぱり揃ってもいないし、動きも遅いし、筋肉もそんなないからダイナミックな動きもできないし、ちゃんと練習してないから動く範囲とかもずれてるし、っていうので、やっぱ素人目で見ても、これ練習足りねえなとか、能力値低いなとか分かっちゃうじゃん。別にだからはい、すいません。やめましょう、この話。韓国出身の GTA が大阪のフェスでライブをした時、観客の男女数人触られたそうです。痴漢が悪いのは前提として、よく事情を聞くと自分からはだけた格好をして胸を強調し、自分から観客に近づいて触られてたのかも。自分で対処もしないのに後から被害を訴えているんですが、なぜ最近の女子はひたすら治療を主張する際に自己責任を負わないでしょうか？自由と責任はセットだと思います。僕、主催者の問題だと思うんですよね。例えばじゃあ、芸能人がやるイベントです、コンサートですって時に、客席に行ける動線を作らないはずなんですよ。客席から触られるで済んだんですけど、殴られるとか、酸性の物質をかけられるとか、刺されるとかっていうリスクがあるので、基本的に客と演者の接点って作らないんですよ。ステージってなんで高いかわかります？客から手が届かないようにですよ。まあまあ、後ろから見やすいとかもあるんですけど、なので、客と演者が触れられるような動線を作っているという時点で、僕はあれ主催者の問題だと思うんですよね。で、仮にその主催者が、ここを降りてはいけませんという場所で降りて、そこで何らかの事件があったのであれば、それはその主催者の降りてはいけないというルールに従わなかったという時点で、何らかの事件が起きたのであれば、それは演者側の問題だと思うんですよ。なので、主催者がまず悪いよねっていうので、主催者が降りちゃいけないって言ってる場所を降りたのであれば、それはでも演者が悪いなんですけど、仮に主催者がダメだと言ってるところで演者が降りてるのであれば、主催者側が止めに行ってるはずなんですよ。いやいやいや、まずいっすよっていうので、ステージの柵を乗り越えてくる人もいるかもしれないので、柵側に警備員を必ず置いてるはずなんですよ、ああいうイベントって。であれば、演者が降りちゃいけない場所に降りてきた場合は、その警備員が演者を止めに動いてるはずなんですけど、あの映像を見てる限り、演者を止めてる警備員がいないんですよね。なので、そうすると、多分、主催者は演者がそこに降りることを許容していたって話なんですよ。で、
男、女別にして、自分がめちゃめちゃ好きなタレント、芸能人が目の前に来たら、ファンは必ず手を伸ばすんですよ。例えばじゃあ僕が手越くん大好きだとしますと。で、手越くんのコンサートですって言って、目の前に手越くんがいたら、それは手伸ばすでしょ。で、伸ばせる範囲で、触る場所が手なのか足なのか、下半身なのか髪の毛なのか、もう気にしないで手伸ばしますよ。そういうもんですよ。芸能人のコンサートというのは。なので、僕は主催者側の問題は結構でかいんじゃないかなと思うんですよね。主催者が誤ってたと思うんですけど、なので、そういう割れる場所にした時点で、主催者100% 悪いんじゃねっていうふうに思う側です、僕は。はい。で、ただ、自分が触られたくないのであれば、客に近づくなっていうのは、そこは選択を取った芸能人の問題だと思うんですけど、ただ、問題を起こさない、イベントというのは問題を起こさないというのは主催者がやるべきことなので、芸能人がそこまで降りてしまって、触れるところに来たら問題が起こるよねっていうのは、主催者は想定の範囲内なので、悪いのは主催者なんじゃないかなと思いますけどね。日本の MV は諸外国に比べクオリティが劣るかと思います。音楽は度外視。日本のネタはこれからどうするのがいいのでしょうか。ただ視聴者がそれで満足しちゃってるんですよね。日本の PVで日本人はそれで満足しちゃってるので、じゃあそれでいいじゃんってなっちゃってるんですよね。韓国の場合って韓国の人口が少なすぎるので5000万人ぐらいしかいないので、英語圏でいかに見られるかっていうのを結構意識して PV 作ったりするんですよね。 BTS とかも世界中の人に見られるように PV 作るし、オッパカンナムスタイルの人がも英語混ぜたりして世界中の人に見られるように作るっていうのをやって、その PV の再生数を伸ばして音楽ビジネスを儲けるっていうのをやるんですけど、いかんせん日本は内向きの日本人だけのビジネスがある程度いけちゃうんですよね。1億人も国民がいるので。なので海外意識しないっていうのは今後も続くんじゃないかなと思います。オッパカンナムスタイルのおっちゃんとかも、あれももともと音楽を世界中で流行らせるには英語でやらなければならないっていう暗黙のルールがあったんですよ。カンナムスタイルのおっちゃんってアメリカのジュリアードだっけ、アメリカの音楽大学行ってて全然英語喋れるんですよ。でありながらあえて韓国語で出したんですよ。オッパカンナムスタイルっていう。でその韓国語が目新しいよねっていうので、割と世界中の人が YouTube でガンガン再生数回して、で世界中の人にされるようになりましたっていうのがあって、でその後に PPAP っていう、あれは歌なのかっていう微妙なのがあるんですけど、あれも小坂大魔王さんはもうちょっと英語ちゃんと発音しようと思えばいくらでもできる人なんですけど、アジア人のよくわからない風貌の人がしょうもない英語としょうもない小ネタっていうのが面白いじゃんっていうので世界中で流行るっていう。でもあれは音楽のジャンルかっていうと、真似した YouTuber いっぱいいるんだけど誰も流行ってなくて、 PPAP 以外はそんなに流行ってないんですよね。で小坂大魔王さんも PPAP 以外のもやってるんですけど、やっぱそこまで流行ってないんですよっていう感じで、ちょこちょこそういう不思議なおかしなものを作って、小坂大魔王さんはあくまでマネージャーですね。はい、すいません。50代無職独身女です。最近は24時間寝て半日ほど起きて、主に K-POP のアイドルのコンテンツなどを見てのを繰り返して死んでるみたいに生きてます。どうでひろゆきさん、好きな K-POP はいますか？いません。おすすめは以前 X でひろゆきさんに似てるメンバーがニュージーンのなんだっけ、ミョンジさんだっけ、僕の顔に似てると言われているかわいそうな女の子、ミンジさんかかわいそうだよね。40過ぎたおっさんに顔が似てると言われているアイドルっていういや確かにね、本当に申し訳ないんですけど、確かに見たら僕もちょっとミンジさん似てるなとは思ってしまったんですよ。だからそれはかわいそうだよね、本当。ジョージアに行った時にバス停に初めて見るんですよ、ニュージーンのコカ・コーラかなんかの広告にミンジさんがいて、この子かわいそうやなと思って、はい、日本だけだと思うので。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。